幼稚園児ぐらいの時から描いてた記憶自体はあるんですよね。なんかクレヨンで踏切の絵を描いた覚えがありますね。一番最初の記憶としては。はい。女の子になり始めたのは中1ぐらいの時の、中1ですね。明確に中1だと思いますね。はい。それまではなんか小学生ぐらいの時まではね、電車は卒業したらしいんですけど、なんかドラゴンとかスライムとか書いてました。やっぱあれですよね。なんか小学校高学年ぐらいになっていくにつれ、コロコロコミックというよりはなんかジャンプになっていくじゃないですか。ちょっとラッキースケベ的なものを見たりしていくと、ちょうど中1って思春期になり始めだし、恋愛要素のある漫画とか見ちゃって、なんかちょっと、普通の男子としての普通のスケベ心が芽生えたんじゃないですかね。なんか当時めっちゃマガジンで連載されてたレイブにハマってた記憶があって、真島ひろ先生のね、レイブにハマってて、でパクリ漫画を描いてました。完全に担任の先生にはお前これレイブの真似だろって言われるぐらいにはパクリ漫画だった記憶があるんですよね。はい。ちょっと残ってたらよかったんですけど、どっか行っちゃって、でも中学のところはちょっと若干荒れてた学校だったんで、なんか書いた漫画をヤンキーに取り上げられたりとかしたんですけど、なんか読んでくれたみたいで戻ってきましたね。はい。なんかよくわかんないけど、ちゃんと普通に読めたっぽくてほっとしました。高校の時はもう男子校に入っちゃったのがすごく自分的に失敗だったなと思ってて、つまんなかったんですよ。授業中ずっと落書きして授業聞いてなかったんですけど、そしたら担任の先生がたまたま美術部の顧問の先生で、絵描いてるの見つかって怒られるのかなと思ったら、なんか美術部でも入ってみて楽しいこと見つけた方がいいんじゃないのかという、なんかすごくまっとうなアドバイスをいただいて、じゃあみたいな感じで入ったんですけど、そこで少しずつちょっとイラスト描くのが楽しくなってきて、なんか真面目に作品作りするのも悪くなかろうみたいな感じになって、でその新海誠さんの星の声進めてもらったりとかした影響もあり、なんかプロの道ってすごいなと思って、プロを目指し始めたというか、本当にこの将来目指してみようかなみたいな気持ちになり始めました。でもその時がちょうど高3ぐらいで、大学附属の高校に行ってたんですよ。それでもう大学ももう美大じゃなくて普通の大学にそのまませっかく入ったからその附属校に、そのまま行きました。大学で真剣に、やりたいことやって、それで、気持ちがぶれなかったかどうかも自分も試したかったっていうのもあるし、在学中は、なんかそのできることやろうと思って同人誌出したりとか、即売会行ったりとか、就職も就活は普通のはしなくて、なんかそういうデザイン系に絞っていこうと思って、主にゲーム会社をメインにポートフォリオを送る系のなんか実力主義的なところばっかり狙い撃ちで就活してました。はい。なんでそうしたかっていうと、なんか普通のキャリアアップセミナーとかなんかそういうの出たら時間もったいないなと思って、そうやったら作品作った方が良いかなと思って、周りからはなんかちゃんと普通の就職できるパターンもやった方がいいよっていう風にみんな言ってきたんですけど、ガン無視していや自分はちょっとプロになるんでみたいな感じで
結構周りからその実力はないぞっていうふうに脅されましたが、無視してやってましたね。はい。で、後で気づいたんですけど、全然その自分の中で本気だと思ってたのは、プロの世界では本当に生ぬるすぎましたね、それは。今思えば多分普通の就職活動もそのゲーム系のその会社も両方受けるぐらい時間はあったと思うんですけど、なんか時間がないと自分の中で思い込んでて、実際は結構遊んでたなっていうのが、ちょっとやっぱ社会人の社会舐めてましたね。向いてないとか、なんかそういうの儲かんないしやめた方がいいよって言ってくれる人は結構大事だなと思ってます。そういう人がいて初めてその自分が本気で目指しているのかどうかを推し量ることができるんで、自分が思うにはその周りの静止を振り切ってでも志す人が上に行くと思うんですよね。止めてくる人っていうのは個人的には邪魔者ではなく必要な存在というか、マジで止めてくれてありがとうみたいな感じの気持ちはあります。止まらなかったけど。